このところ新製品が重なってすっかり紹介が遅れてしまいましたが、今日はトミックスの新製品、国鉄72系73系電車、特に現在の通勤電車の礎ともなった前勤車を中心とした製品が発売されましたので、そちらを紹介していきたいと思います。この3月に発売されましたが、秀急行さんの動画で初めて知って走行シーンを拝見して、日本の通勤電車の歴史を語る上で欠かせないはずの前勤車を中心にした編成が無償に欲しくなって、被弾した新製品が次々発売される中で、上司に倫理を切ってまでもお願いして投資してしまいました。この電車は僕が電車好きになったきっかけを作ってくれたソフトの思い出がいっぱいの電車です。後半ではグリーンマックスのエコノミーキットを組み立てた車両との比較もあります。どうぞ最後までお付き合いください。それでは国鉄72系前勤車の物語始まるよ。トミックスの新製品ですが、電吉クラブのコレクションになるときは加藤の収納箱に入れ替えることにしています。トミックスやマイクロエースの収納箱は無造作に取り扱っていると、ほらこんな風に割れてしまってるでしょ。動画のコメントを拝見していると大勢の方がお困りの様子がわかります。僕はすでに加藤の収納箱に統一すると方針を固めているので構いませんが、トミックスやマイクロエースの箱のまま保管している人のためにもメーカーは改善すべきだと思います。では早速模型を見ていきたいと思います。入っていたスリーブと説明書も加藤の箱に引っ越し済みです。ここで発売されたセットは前勤車ばかりの5両基本セットと原型3段窓車の増結3両セットに分かれていました。さらに加藤の箱に集約するにあたって、以前購入してあった鶴見線の前勤3両セットも一緒に入れることにしたんです。例によって画用紙とスチレンボードで12両収納できるように仕切ってあります。こんな感じに収納できました。今回の前勤の車両はここの1、2、3、4、5両、これが前勤の5両セットですね。原型の3両増結セットはこれとこれとこれが入ってます。クモハ73とモハ72、それからサハ78になります。でこの前勤のシリーズっていうのはですね、サハ78で前勤のものっていうのは実物が存在しないんですね。ですから前勤の車両がこうある中にサハだけは原型が挟まっているという編成しか組めません。そのため今回トミックスが推奨しているのはこの6両ですね。増結セットのサハを持ってきたこの6両、それに増結セットの残り2両を連結した8両編成、つまり6両編成で楽しむか、この子を足した8両編成で楽しむかが説明書に書いてあるおすすめ編成になるようです。こちらにですね、鶴見線として発売されているクモハ73の前勤車3両編成でしたので、ここの3両、それにこの原型窓のサハ78を1両、調達して入れてあって、サハ78は先ほどお話した通り、前勤車がないということなので、ここに入れて、ここで4両、あるいは鶴見線として遊ぶときは3両、あるいは4両、こういう組めるようにしてあります。で、この4両とこちらの6両を足すと、10両でも、走らすことができるように今回しました。で、今回のこのモーターはですね、この3月発売ということで M13 モーターで、こちらに入っていたのは M 級モーター、前のモーターで
一緒に線路の上で走らせてみたら、やっぱりこれぎこちなくて全然ついていけないので、一緒に連結させることができない。それじゃ困るっていうんで、モーターはですね M13 モーター買ってきて交換しました。したがってこちらの4両とこちらの6両を連結して10両で遊ぶこともできる。まあそんなんで、こちらのこの行き先なんですけど、行き先は、浅川で、こちらの行き先も浅川ということで、今の高尾ですね。なんか浅川っていう名前がですね、まあ今高尾ですっかり定着してるんですが、なんかそんな時代もあったんだ、それを思い出させてくれるこの行き先表示、これが入っててですね、いや嬉しかったですね。トミーってそういうそのかゆいところにも手を届かせてくれる、そんなところももちろんあります。こちらもですね、浅川にしてあります。8両編成あるいは10両編成楽しめるようにしています。また10両編成の遊び方として、こちらの6両はいいんですけど、こちらはですね、これとこれ、それからこれとこれ、こんな組み合わせ方の10両も当然遊べると思います。これが雲波と九波、雲波と九波ですから、これはどっちが前でも後ろでもいいと思うんですよね、これで、こちらの6両とくっつけるとこれで10両っていうようなのも面白いなと思います。ただやっぱりこの後出てくる101系とこう比べたい、それからすると101系に、より近いデザインになったこの前近車をできるだけ多くつなぎたいっていうことになると、この4両とこちらの6両で10両、そうするとこの中の8両が前近車で2両だけが原型車っていうようなのが楽しめたり、この12両揃えるこれだけでですね、僕いろんなことが楽しめて、もう嬉しくてしょうがありません。この茶色い国電、僕には祖父にあちこちでよく乗せてもらったことが思い出されます。本当に懐かしい電車なんです。それではすでに屋根上のウェザリングとかも済んでいますので、実際に並べて編成の姿を見ていただきましょう。それではすでにコレクションに加えるところまで手を入れている基本の6両編成をご覧ください。うち前近車が5両、かっこいいですね。手前の方から浅川寄りの1号車、九波79、920番台、モハ72、920番台、それから原型3段窓のサハ78、モハ72、920番台が2両、そして東京寄りの先頭車九波79、920番台、ご覧の通りこの5両が前近車体で登場したグループで、サッシ窓が銀色に光ります。で、屋根上も車両によって色を変えてあります。ここのサハだけが原型なので、屋根上をザラザラした塗料で吹いています。ジェイズのスウェード調スプレーを使ってましたが、生産中止になってしまったので、わずかに残っていた黒で黒を吹いて黒のスウェード調にしてからグレーで塗装して仕上げました。一般の塗料と違うザラザラ感が最高です。7273系、この6両の前近編成を基本編成にして2両足したり4両足したりして楽しもうと思います。電車の行き先方向幕はやっぱり浅川行きにしたんですが、先日秀急行さんがやっていた東京行きも捨てがたくて、こちら側は東京行きにしてしまいました。したがって増結する車両にも浅川と東京を用意しておけば大丈夫ですよね。この4両が
先ほどの6両セットに増結して10両編成を蘇生するためのセットです。前近車体の車両です。それからサハ78の原型、そしてモハ72とクハ79、どちらも920番台の前近車です。その中でこれとこれとこの3両は鶴見線セットに入っていた車両です。で、やはりこのサハだけ屋根の仕上げをザラザラにしてキャンパス調を表現しています。そして雲波73の行き先表示は浅川行きとしましたが、こちらは鶴見のままいじっていません。雲波は行き先方向幕をあえて使わずに行き先表示板を使ってます。実物があるあるだったこともあって、両面テープ式なので必要に応じて鶴見行きに張り替えれば3両編成の鶴見線として走らせることができます。この2両が今回の増結セットに入っていた雲波とクハです。この雲波73は今までうちのコレクションにあったスタイルだと思うんですが、こちらのクハが今回のメッケモンでした。原型窓なのに顔だけ前近のクハを思わせる改造を施したクハ79、300番台という車両です。こんな車両今までトミックスの7273シリーズにあったでしょうか。もしかして御殿場線のクハに存在したかもしれませんが、茶色ではなかったので、今回これが入っていただけでも何かすごく得した気分というか嬉しい気分になれました。で、この2両を足して8両編成も楽しみたいと思います。実はトミックスの7273系は旧型国電が大好きなんで、こうして原型ばかりで8両揃う、イメージで言うと京浜東北線をイメージした8両編成も持っているんです。当然以前のロットということになります。これが以前のロットの雲波73なんですけど、今回の増結セットに入っていた雲波73と比べると、違いますね。着用扉が以前のロットでは2枚ガラスですが、今回のロットは1枚ガラスのエッジゴム仕様です。ほら、見えますか？色が茶色なので非常に見にくいのですが、ご覧いただけましたでしょうか？さらっと扉交換してあるところなどにくいですね。それと塗料の感じも旧ロットのボテボテ感に対して新製品はすっきりした印象に塗れています。それだけじゃなくて、今回僕がびっくりしたのはヘッドライトのステーのディティールアップです。旧製品ではヘッドライトの足がステーまでプラで成形されていたんですが、それじゃあみっともないので、本来透けている部分に艶消し黒にステー部分をライトグレーに塗ることで塗って透かしを表現していましたが、ステーを細く見せる工夫ですね。新製品の方はわかりますかね？ヘッドライトとステーの間に手の肌色が見えています。ここがちゃんと透けていて、別パーツでステーができているところが今回の改良点なんですね。顔の感じは大きな変更はありませんが、旧ロットの方は僕がジャンパ線をつけちゃっているので、そこは差し引いて、そうなるとヘッドライトの縁の肉厚が違いますね。新製品の方が肉厚部が薄くってすっきりしています。わかりますか？このあたりが旧製品ももちろんハイグレードシリーズなんですが、
以前の製品からさらなる進歩を遂げた部分です。はい、7273系です。こちらが以前のロットです。あ、ここにも入っていますね。以前のロット。で、こちらが今回の製品ですが、カプラー周りのところが違います。ここのこういう配管がついたのが新製品です。配管付きの新カプラーを早速今回の製品に反映させてくれたってことですね。電吉おじさんはそれだけじゃなくて、こちらはグリーンマックスのエコノミーキットを組んだ7273系ですけど、こちらも6連、こちらも6連持ってまして、これらは皆板状のキットを組んだものなんですね。ここのヘッドライトは金属製に交換してあるんですが、銀河モデルのパーツをおごっています。キットは仕様の違う顔パーツなども入っていて、例えばこんな顔。同じ雲波でも窓周りが更新されると印象が変わります。こちらは窓周りが更新されて H ゴムになっていますよね。こちらは原型のままの木枠窓になっています。こういうところがキットの面白さでしょうか。キットを組む技術が稚拙ではありますが、まずまずの出来だと思います。それからこちらはリトルジャパンモデルスという会社のキットで、雲波40の丸妻タイプです。7273系の先頭にこの車両が連結されて5両編成でやってきた記憶があるんですが、ソフト青梅線での思い出です。当時のキットですが、動力ユニットを見てください。重りがしっかり窓を埋めて天井に届くようなユニットが入れてあります。すごく重たいんですが、今のトミックスや加藤の動力ユニットと比べれば、間違いなく2倍以上の重さですね。重い。これはグリーンマックスの動力キットではなく、シナノマイクロという会社が発売していたもので、先日公民館で走らせたら、騒音はすごかったものの、元気に走行してくれたんです。もう42、3年前の動力ユニットです。そして、右側6両のモーター車ですが、こちらも重りを黒く塗ってあるものの、動力はさっきと同じシナノマイクロです。こちらも試験走行してみたところ、びっくりするくらいによく走ってくれました。はい、こちらはグリーンマックスのキットを組んだ7273系。今から40年以上前に作ったものです。6両中原型の5両は板状キットでしたが、全金仕様の雲波73は、初めから車体が箱状に成形されたキットでした。この全金車の相棒のクハ79は、どこに行ってしまったのかさっぱり見つかりません。こちらの原型車たちも、ひとえに原型車といっても、扉の窓まで原型のもの。これとか、これとか、これのように、扉の窓は更新されて H ゴムになっているもの。さらに、これとか、プレスドアといって、扉の窓の下側に2つ、プレス加工による凹みを再現したもの。この車両はそれがない。など、いろいろな仕様のバリエーションがあったんです。当然これもドアの凹みのないタイプですよね。そんなのがキットの中にあって選べたのが楽しかったですね。ベンチレーターもこれ比較的新しいタイプのものと
旧型で周囲が立っているタイプのものが選べました。カプラーなんですけど、当時はアーノルド・カプラーしか世の中に存在しなかったんですが、加藤カプラー N が登場した際に、それまでのアーノルド・カプラー付きの車両を必死に交換したのを覚えています。アーノルド・カプラーが嫌で仕方なかったんです。当時の僕にとっては救いの神だったんです。この後に TN カプラーとか加藤の密着自連型などのリアルなタイプのカプラーがどんどん登場してきたんです。とても嬉しい限りです。もう一つの6両編成です。こちらのセットはこちらの4両が7273系で、両端が雲波で真ん中が左波の編成です。こちらの2両が雲波40といって3扉の車体です。両側に運転台があって1両でも走れる電車なんです。リトルジャパンモデルスという会社のキットで非常によくできた精度の高いキットだったのを覚えています。可愛いですよね。この丸妻の顔。横浜線や南武線やいろんな線区にいた気がしますが、青梅線で一番多く出会っています。僕の大好きな顔だったんで、祖父もこの電車が来るのを一緒に待ってくれた思い出が残っています。当時小学校に上がる前だった僕はロングシートの電車に乗ると靴を脱いで窓の方を向いて正座して座ったものでした。混んでいて座れないと扉の窓から外を眺めているのが好きな、そんなタイプの電車好きの少年でした。東横線の綱島に住んでいた時、祖父が何の用事だったのかは覚えていませんが、よく青梅の方に出かける際に僕の手を引いて連れて行ってくれたんです。電車に乗れるのが嬉しくって幼かった僕は大喜びをしたそうです。帰りに立川から南武線に乗るんですが、当時立川行きは少なくて帰りの電車は座れないことが多かったんです。すると祖父は稲城長沼で反対側のホームに止まっている川崎行きにさっと乗り換えてくれたんです。僕は辺りがどんなに暗くても空いた電車でロングシートに正座して武蔵小杉まで嬉しそうにしていたそうです。現役の頃帽子問屋で営業していた祖父は東日本を歩き回っていたようで、祖父の頭の中には上手な電車の選び方が詰まっていたんですね。と祖父を思い出しながらしみじみ眺める茶色い電車に電吉おじさんのルーツを感じます。最後にもう一つ祖父の思い出です。僕が東横線の綱島に住んでいた頃、祖父は僕の手を引いて毎日駅の近くにあった踏切で電車を見せてくれました。僕が3歳くらいから小学校に上がるまで毎日です。雨の日も小雨なら傘を差して出かけてくれたようです。そこで鉄分補給は鉄道からすることを覚えてしまった僕は、鉄道に触れないと貧血になってしまう体質になったんです。当時鉄道は好きだったけれど、あれが何系、こっちが何系、そこまで鉄オタではなかった明治35年生まれの米騒動も太平洋戦争も所得倍増も経験した祖父でしたが、今でも僕の記憶と思い出の中で微笑んでくれています。本日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録をお願いいたします。後で画面中央に157系鉄分マークが表示されますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。ベルマークのオンもお願いいたします。また動画に対するコメントや評価もぜひお願いします。鉄道好きな多くの皆さんのコメント、とても楽しみに待ってます。
またお目にかかりましょう。この後走行シーンが1分15秒ぐらい続いて終わります。よろしければ最後までお付き合いください。